Hello everyone、宗藤ちゃんです。本日の動画はキャンプ用の手斧をリメイクする後編、行ってみよう。今日はキャンプ用の手斧のリメイクの続きをしていきたいと思います。質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。いつもキャンプとかでブッシュクラフトカービングするときに使っている手斧はキャンプ場かどこかで拾ったものでした。前編ではそれを刃とシェイプを変えるリメイクを焼きなましと焼き入れを使って行いました。もし前編の視聴がまだの方はそちらの方から見ていただくと流れがわかるので良いと思います。今右上に出ているリンクから行けますのでぜひどうぞ。ハンドルを作っていきます。キャンプで拾った枝を使います。重くてしっかりしているなと思ったらまだ生だったようです。誰かが生の木が燃えないことを知らずに切って捨てていったようですね。ニューヨークのステートパークでは生きている草木を切ると1本につき$100の罰金が課せられます。絶対にしないでくださいね。早速前編で仕上げた手斧を古いハンドルにつけて使ってみます。相手が生木なのもありますがスパスパ切れます。刃の食い込みも格段に良くなりましたね。手で削ってもいい感じに削れます。荒出しが終わったところで10日ほど乾かしておきました。ハンドルを仕上げていきます。自分の手に馴染むように削っています。お尻のところは面取りをしてノコギリの跡を削って落としました。ハンドルを手斧につける準備をします。はめ込む部分を削る前にくさびを入れるための切り込みを入れます。先の方から刃の穴に合うように削っていきます。刺さるところまで入れてそれを目印に必要最小限で削っていきます。削りすぎるとグラグラしたりするので慎重にやります。入ったら出過ぎたところは切っておきます。くさびを用意していきます。くさびを叩き込みしっかり止まるかどうか確認しておきます。一度刃を外してハンドルを仕上げます。00番のスチールウールを使い軽く磨きます。
仕上げ剤にブリワックスのラスティックパインを使います。簡単にいい感じに仕上がるだけでなく、滑り止めの効果もあるようです。乾くまでの間、ウッドシースを作ります。この端切れから作ってみようと思います。イメージで描いた線から切るための線を描き直しています。皮を剥いていきます。線に沿って切っていきます。作業しやすいように厚みを削っています。今回は一つの木から表と裏のピースに切り分けて使います。まだ乾燥が十分ではなくて、切ってるそばから曲がってきているので、スペーサーを挟んで歪みを矯正しながら乾くのを待ちます。ゆっくり待ちたいところですが、時間がないので一晩だけ。刃が入るスペースを作ります。ノコギリで切れる部分は切って、残りはのみ彫刻刀ナイフで削ります。ガタガタしないように慎重に削ります。ピタッときました。パーツをクランプで動かないように留めてからドリルで穴を開けます。貫通したら上のパーツの穴はネジと同じか少し大きいサイズにしておきます。これで開閉できるようになります。作業がスムーズにいくように四角く作ってきましたが、ここからシースの外側を加工して自由な形にしていきます。といっても無駄に大きいのをできるだけ小さくしていくだけですがね。こんな感じになりました。次にラッチの取り付けです。ナンバー9のワイヤーより少し大きめの穴を開けます。ワイヤーがしっかりと収まるように削っていきます。
すいません。ワイヤーの反対側を曲げるところが全く撮影できていませんでした。出来上がった状態のもので見てもらいます。U の字に曲げたワイヤーが図のように削られた隙間にカチッとはまるようにしてあります。仕上げていきます。斧で粗く削っただけなので、3番のスチールウールで磨いてから00番のスチールウールで磨きます。仕上げはターンオイルで仕上げます。たっぷり塗って染み込ませます。ハンドルの仕上げです。ブラシで磨きます。シースはネジで組んで完成。手斧もハンドルをつけてしっかりとくさびを打ち込みます。入りきらなかったくさびの頭を切り落とします。こんな感じになりました。ネックガードを作っていきます。とりあえず分かりやすいのでネックガードとしていますが、僕の中ではその用途よりも細かい作業をするときに斧を短く持ったり首の根元を持ったりすることが多いので、持ちやすくすることや滑り止めの役目の方が重要です。なので普通のネックガードより長くします。さらに右利きなので、握った時に編み込みの部分が指先に来るようにします。普通のネックガードはほとんどが後ろ側なので、持った時の手のひらに編み込みが来て長時間の使用には向かないんです。長い分編み込む時に締めづらかったので、革紐よりもパラコードの方が締めやすいかも。このパーツはとある計画がうまくいかなくて必要がなくなったので取ってしまいます。完成です。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.